皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球中力の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。ツッツキ打ちのバックドライブについてやってみようかなと思います。これはバックハンドのツッツキに対するバックドライブの打ち方についてやっています。で、これはスピードドライブ、ループドライブなどいろいろバックのドライブも種類があるんですが、今回はオーソドックスな基本のバックドライブ、ツッツキ打ちのとりあえずバックドライブのやり方で、私自身のかなりおすすめしているやり方を今回紹介しようと思います。今回のは土台のバックドライブ。これさえできればとりあえずツッツキ打ちのバックドライブはもうしっかり攻撃できる。もう強打できるっていう感じになります。で、手順の方は3つっていうことで、まず1つ目ですね。1つ目は、まず前腕と肘を入れてください。入れた後に手首を最後に返すっていうことが必要になります。バックドライブの打ち方、イメージはこんな感じかなっていう、雰囲気は出てはいるんですが、実際手首だけで振ってるのっていうわけではないです。手首だけじゃないです。大事なのは、まずボールが下回転が来たとしたら、前腕を入れます。前腕、こちらの前腕です。前腕を入れます。で、入れて肘をこうちょっとグッと入れます。前腕と肘を入れ込んで、ボールが来て最後に打球するときに手首でガッとかけるっていう感じになりますね。こうやってやりますとうまくパワーが伝わります。手首だけですともう安定しません。なのでもう前腕、肘、最後に手首で返すっていうことをまずこれ一番大事かもしれません。これが前腕と肘を入れ込む、この作業を最初にして、ちょっと台上ドライブみたいなイメージなんですよね。こうバックの上手い選手は皆さんこう入ります。グッと入ります。いきなり手首でこうキュッじゃないです。一回入って体に入れ込んで肘前腕入れて最後に打球するときに一気に手首を使って返すっていう感じなんですよね。こういう感じです。溜めてパッ、前腕肘、前腕肘手首、前腕肘で入れて手首、素振りをしていただくっていうのがまず必要かなと思います。この最後に手首を一気に返すポイントはスナップを効かせる感じですね。この手首を使う感じですね。グラグラの状態です。で、ポンと弾かせるんではなくて、最後にキュッと手首を返す。スナップを使ってトップスピンをかけてあげるっていう感じの、こういう感じですね。キュッキュッキュッ、これでキュッてかけるっていう感じですね。今度大事なポイント2つ目です。で、2つ目は打球位置ですね。打球位置、一体どこで捉えればいいのかっていうことなんですが、このボールのバウンドして頂点または頂点前で捉えることをお勧めします。ツッツキ打ち、実はこのバウンドしてから引きつければいいでしょうっていう考えがあるんですが、フォアハンドでは落としたりループドライブでは落としたりします。ただバックはあんまり打球点を落とすとどうなると思いますか？こう落とすと詰まるんですよね。バックはフォアに比べたら懐が狭いです。フォアは空間があるので落としてもちゃんと自分のポイントがあって打てます。バックは落とすとこう自分の体が邪魔して詰まって苦しい体勢になってバックドライブがもうアップアップになってオーバーミスしたり浮いちゃうっていうことになります。なのでできるだけ打球点は前の方にバウンドしてすぐを捉えてバックドライブしてあげるか、せめて頂点でかけてあげる。要するに体の前ら辺で常に前、ここじゃないです。ここら辺でかけてあげるっていう感じがいいんですよね。で、今度ポイント3になります。で、3つ目の大事なポイントは将来バックハンドのパワーをつけることを考えた上でバックドライブを覚えてみてください。要するにどういうことかと言いますと、ツッツキ打ち、別に体の正面で捉えても別にいいんですけど、将来バックドライブドーンと
速い球を覚えるためにも横からバックドライブをするように心がけてください。これはつっつき打ちでも一緒です。この、以前もちょっと中陣からのバックドライブの動画を出した時に左ポケットから横から出すっていうことを言ったんですけど、つっつき打ちも同じですね。この左できるだけちょっと横からテイクバック取ってバックドライブしてあげた方が、ゆくゆくは将来的に振れる選手、バックが振れる選手になった時にドカーンと威力のあるバックドライブを振れる選手はやっぱ横からスイングを取っています。松平健太選手、丹羽幸喜選手、クレアンガ選手、岸川選手、みんなバックの上手い人、頭の中でイメージしてもらうと、みんなバックハンドこの体の横から出てますよね。左から出せるっていう概念があれば、懐が一気に、バックハンドの懐が一気に、正面だけだと狭いです。でも懐広くなります。なので安定もするし威力も出せるようになります。イメージ的には右を左ポケットからちょっと出してあげる。そんな大きくグッてやらなくて大丈夫です。つっつき打ちなのでコンパクトな振りっていうのが大事になりますので、この左ポケットぐらいからちょっとこうやって出してあげるっていう感じですかね、つっつき打ちは。こうしますと一つあとさらにいいことがありまして、つっつき打ち、皆さんつっつき打ちの悩みとしては、深いつっつきが来た時ってやっぱバックドライブ難しいですよね。ドンと厳しい速いつっつきされた、その時やっぱ体の正面で捉えるバックドライブをやっていると、詰まった時懐が後ろ下がれないので体に当たってしまうので、ラケットがなのでうわってなっちゃいます。でこの時に左から出るようにしておけば、つっつきでガンってやられても懐があるので、ここでためを作ってガッと一気に強い回転をかけてつっつきを返すことができますね。でさらにまだこの左から出すことの、横から出すバックドライブのまだいいことっていうのは、足の重心移動が使えるようになります。バックドライブはちょっと前腕とかこの辺の体の右側なんですかね、手だけの使い方になりがちなんですけど、フォアと一緒で重心移動、フォアドライブも体を使って足も使います。でも重心移動が必要です。バックも同じように重心移動をすることで威力と安定感を向上させることができます。でイメージ的には左から右に左に溜めて右、左に溜めて右っていう感じの重心移動、左から右に重心移動で、この時に左からラケット、横からバックドライブをするような感じになりますと、重心移動すごく簡単にできます。ラケットが自然と力出てるので、もう勝手に重心移動できるんですよね。左グッドン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 、左右左右左右、ということで、大事なポイント3つ言わせてもらいました。バックドライブの入り方は前腕、肘、手首で、最後の手首で一気にスナップを効かせて回転をかけるっていう感じです。で2つ目のポイントは、打球点はバウンド直後かバウンドした頂点を捉えるっていうことですね。3つ目のポイントは、将来パワーボールを打てる選手、バックハンドを振れる選手になるためにも左側からちょっと、左のポケットぐらいからバックドライブを横からするっていう感じでつっつき打ちをしてみてください。ぜひ、今回3つのポイントで、順番通りやっていただけたら、バックドライブがつっつき打ちちゃんとマスターできるのかなと思います。ぜひトライしてやってみてください。